はい、どうもこんにちは、けんゆうです。今回はですね、アボカドの人工授粉、少しやっていきたいと思います。はい。で、少し最初にですね、断りを入れておくんですけれども、あまりおすすめはしません。で、おすすめはしないんですけれども、例えばですね、木の本数が少ないよとか、花の数が限られているよとか、で、あと虫を呼べる環境じゃないよという方のために、もしかしたら、参考になるんじゃないかなということで、動画を回しております。で、アボカドっていうのは基本的にですね、たくさんの花をならせて、で、蜜腺、この花の中にですね蜜腺という、蜜があって虫を呼んで虫にですね、花粉を運ばせる、というね性質がある、植物なんですよね。なので基本的には虫媒花です。虫を呼んで受粉させる虫媒花なので、その方が効率がいいです。で、たくさん花を咲かせて、でたくさん結果をして、生理落下をしていくつか生き残る、というものなので、人工授粉、人がですね手で、いくつかやって、結果したとしても、自然落下で落ちてしまうっていう可能性がかなり、あるので、あまりおすすめしない、ということですね。はい。で、しかしながらやっぱりですね、果実ができたのを見てみたいという方のために、虫を呼べないという方のためにちょっとですね解説をして、で気をつけておきたいポイントとかですね、こうやったらうまくいくよっていうことを少し共有したいなと思います。はい。で、最近の研究とかではですね、この人工授粉結果率に関してはそこそこ高いパーセンテージを介していて、大体 20% くらいですね、人工授粉をすると結果する可能性があるということが言われているんですけれども、かつてはですねこれが結果率が非常に低くて人工授粉が意味がないという認識、だったんですけれども、最近はですね大体 20% 高くて 20% くらいですね、というのがありますので、ぜひね、やってみて、試してみてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。ということで実際にですね人工授粉のやり方、少し共有していきたいと思います。どうぞご覧ください。はい。ではアボカドのですね人工授粉、少しやっていきたいと思います。で、アボカドっていうのはですね、アボカドの花っていうのはですね開花二分性といって、おしべだけが咲く状態と、めしべだけが咲く状態、っていうものがあります。で、両生花なんですけれども、このおしべとめしべが同時にね、機能しないんですね。なので、こういうふうにおしべの機能している花を取ってきて、ここのめしべが機能している花の、花につけると。で、おしべから出てくる花粉をですね、きちんと見分けて、でこれを中東につける、というものですね。少しおしべが開花している花をですね取ってきたので、ちょっと解説をしたいと思います。で、花粉がですね放出されている花を選んでください。で、一つですねちょっと選びたいと思います。はい。これですね。はい。で、こちらになるんですけれども、ちょっと見にくいですね。ごめんなさい。非常に見にくいですね。ちょっと画像を貼っておきたいと思います。で、はい。でこれがですね、これが花びらなんですけど、花びらのですね内側にですねぴょこぴょこ立ってるものがあるんですけれども、これがおしべですね。ぴょこぴょこ立ってる。で、このおしべのですね、この先からですねちょっと花粉が出てるのがわかるでしょうか。ぴょこってですね、なんか変なちっちゃい粉みたいなのがついてると思うんですけれども、これがですね花粉ですね、いわゆる。で、これをですねつけていくという作業になります。はい。ちょっとね画像を貼っておきます。画像を貼っておくので、少しねそこのところを見てください。で、こっちがですね一方めしべなんですけれども、これもですねちょっと画像を貼っておきたいと思います。はい。カメラを、近づけました。で、こっちの花が少し分かりやすいかな。こっちの花が分かりやすいと思うんですけれども、今回ですね、ちょっとこれがめしべなんですけれども、これがおしべですね。ちょっと花の形が違うのが、お分かりでしょうか。はい。で、これはめしべがですね、機能していない状態ですね。で、こっちがめしべが機能している状態なので、この、先っちょにですね花粉を、こういう風につけるんですね。ちょっといきますね。ちょっと見えるかな。見えるかな。いきますね。つけますね。はい。つきました。こんな感じですね。ついたと思います。で、つきましたね。はい。つきました。つけます。この僕の指の先についてるのが花粉です。はい。はい。それではですねちょっと人工授粉、先ほどやったんですけれども、簡単でしたよね。花粉が出ているおしべをめしべにつけてあげると、
言うだけそれだけですね。で、この人工授粉ですね、あまりおすすめする方法ではないんですけれども、どうしてもですねやらなければいけないという方がですねおられると思うので、ちょっと今回解説してみました。で、この人工授粉大事なポイント実は5つあります。成功するために大事なポイントが5つあって、1つがですね養分と灌漑ですね、水を切らさないこと、養分と水を切らさないことですね。でもう一つがですね光に十分当てることですね。で3つ目がですねなり年、そう、3つ目がですねなり年に、人工授粉を行うということですね。でアボカドっていうのは隔年結果性っていうのがあって、なり年とならない年っていうのは交互に繰り返されるという特徴があるんですけれども、これをうまくね見定めるということですね。これちょっと難しいので、飛ばしてください。で、4つ目がですね環状剥皮をする。環状剥皮っていうのはこの枝のですね、ここの、ちょっと取るか、枝のですねここの幹の部分をですね環状に、外皮をですね剥ぎ取る、という方法ですね。で、最後の大事なポイント1つがですね芽かきっていう作業です。はい、でここの今、見ていただくと分かる通り、ここの花穂ですねの中心からこう芽が伸びてきているんですね。これは無限果樹と呼ばれるんですけれども、ここのですね葉芽の部分をですねきちんと取り除く、ということが、人工授粉の、成功確率、結果確率を大きく上げるっていうふうに言われております。でやっぱり言われてるんですけれども、先ほどもそうだと思うんですけれども、やっぱり一つ一つやっていくのは時間がかかるし、アボカドっていうのはね10万花以上のですね花を一つの木につけるっていう特性がありますので、かなり現実的ではないと思います。あとスケールもちっちゃいのでですね、これがうまく人工授粉ができているかどうか、薬がきちんと中等についてるかどうかっていうのがですね、ちょっとスケールが小さいがためにちょっと判別がしにくいっていうのがあるので、少し難しい側面もあります。どうしてもやりたいよっていう方は、ここら辺のポイントですね意識して、挑戦してみてください。他にもですねこの花粉はですね、研究によると、27度、そして湿度が 60% の環境で4日間は生きれるということが分かっておりますので、そういう風にしてみてください。で他にもですね温度によってこの花粉の寿命っていうのが少し変わっていて、で大体ですね何度ぐらいだったかな、4度か5度くらいにすると、1ヶ月くらいはですね生き残っているんじゃないかっていうことがね、言われていたりします。でここら辺の詳しい話はねオンラインサロンの方で少し書いているので、気になる方は覗いてみてください。はい、ということで、今回もですねご視聴いただきましてありがとうございました。でここら辺が、気になったとかですね、ここら辺が分かりやすかったとか、コメントいただけると、すごく嬉しいです。あと高評価ボタンとチャンネル登録、していただけると僕のモチベーションがすごく上がるという仕組みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回もありがとうございました。バイバイ。